良瀬の自然ガイドを行っている玉川恵美奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょうど昨日まで雨が降っていたからですかね。すごいしっとりしていて、はい、で川沿いのなんか倒木だとか、はい、橋の欄干だとかも苔むしていて、見どころいっぱいだったんですが、そこなんで苔が奥入瀬って今有名になったのかとか、そもそもその奥入瀬渓流を形作っているものが何なのかとか、そんなお話も含めてちょっとお話を伺っていければなと。奥入瀬エリアっていうのがどんなような場所なのかっていうのを簡単に教えてもらってもいいですか。はい、まず奥入瀬渓流というのは、全域が青森県に属してるんですね。奥入瀬渓流は奥入瀬川の一部で、奥入瀬川というのは十和田湖という湖が、青森県のちょうど真ん中にありまして、その十和田湖から唯一流れ出る川なんです。で70キロかけて太平洋まで注いでいて、でその70キロある奥入瀬川の最初の14キロ部分が奥入瀬渓流と呼ばれています。今十和田湖から流れ出ている川だと言いましたが、十和田湖と奥入瀬川ですと、十和田湖ができたのが先なんですね。で十和田湖というのは別名十和田火山と言いまして、火山なんです。火山なんですか。はい、噴火活動を繰り返すことでできた巨大なカルデラなんですね。でそこに雪解け水、雨水が溜まってできた湖が十和田湖で、いわゆるカルデラ湖というものですよね。そのカルデラ湖である十和田湖が決壊して、その水を溜めているカルデラの一部が溜まりすぎちゃったってことなんですかね。そうですね、どんどん溜まっていって、水を溜めている壁の一部分が決壊することで、そこから大洪水が起きて、その大洪水によってできたのが奥入瀬渓流なので、奥入瀬渓谷とも呼ばれている深い渓谷地形なんですよ。もう今は活動してない山ってことなんですよね。いえ、全然休んでも終わってもいなくて、まだ活動中の活火山っていうくくりになるんですか。はい、そうです。多分私たちが生きてる間には噴火はしないだろうとは言われてるんですが、一番最近だといつ活動したんですかね。一番最近だと1100年前、1100年前、平安時代ぐらいに最新の噴火を起こして、それからは目立った噴火活動はしていないです。なるほど。渓流沿いの小森みたいなのも、その後形成された森ってことなんですかね。そうですね。だから少なくとも1100年前には奥入瀬渓流の谷の中もかなりダメージを受けたと言われてますので、その壊滅的なダメージを受けてから再生してきた森という。なるほど。奥入瀬になんでこれだけ苔が多いのかっていうの、気候的な面とかそういったので何か言えることってあるんですかね。まずはやっぱ谷の中に常に渓流の水がしぶきを立てて流れているっていうのもあると思いますし、何本もの支流が流れ込んでるんですね。で特に上流の方行くと谷がずっと狭まってくるので、支流が合流する時にどうしても落ちて滝になるんですけど、その滝の何本も流れ込んでますし、常に谷の中に適度な空中湿度が保たれてると思うんですよね。ドローンの映像なんかでたまに奥入瀬を上から見た映像があるんですけど、谷地形だってわからないぐらい木々で覆われてるんですよ。屋根になってるんですよね、木々の葉っぱが。なのでそれも適度な空中湿度を保つ要因になってると。谷に溜まった湿度が上に抜けないように蓋されてるんですね、木で。そうですね。あとは気候でいうと、春から夏にかけてヤマセという風がよく吹くんですね。太平洋から渡ってくる湿った冷涼な風なんですけれども、そのヤマセの風が奥入瀬川を伝って奥入瀬渓流に入ってくると、非常にずっと涼しい曇りだったり、ちょっと霧っぽかったり小雨だったりっていう日がずっと続くんですね。だからそのヤマセの風も奥入瀬渓流の苔を育てる一つの大きいその要素になってるんじゃないかなと思います。なるほど。
なんか農業やってる人たちにとってみると嫌な風なんだけど、奥入瀬の苔にとってはこう恵みの空気だったりするんですね。渓流沿いを見て歩くとすっごい大きい岩がゴロ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 してるじゃないですか。谷底に大きい岩がゴロゴロ転がっているというのが基盤になっていて、そういう状態の上に森が成り立っているという。十和田湖が水源であるおかげで、十和田湖が天然のダムの役割をするんですね。奥入瀬川、奥入瀬渓流の水量ってこう安定してるんですよ。年間を通して増水氾濫を起こしにくい、水量が安定した川なんです。そのおかげで川の中の岩や倒木にも苔が蒸して、でしかもその苔を頼りにいろんな植物が生えてきて、こう天然の苔玉とか、天然の盆栽みたいな姿になってるというのがこの奥入瀬渓流の景観的な大きい特徴だと思います。確かにそうですね。もうむちゃくちゃ増水しちゃう川だったら、全部苔が剥がされて岩だけになりますもんね、大体。奥入瀬渓流に苔を見に来たら、この苔とかこの苔は見たらいいよとかおすすめだよみたいなのがあったら教えてもらえますか。ちょっと正直に言いますと、例えば奥入瀬ならではの苔っていうのが特にないんですね。結構苔界ではおなじみさんみたいな、それでも青森県ですから緯度が高いので、すごい標高が高いところで見られる種類と同じ種類が何種類か見られたりですね。例えばセイタカスミ苔とかエゾチョウチンゴケとかもそうですよね。関東とか関西だと標高 1000m とか 1500m まで行かないと見れないような苔が、ここだと200から400ぐらいだけど、そういったちょっと低地でも見られると。岩の上にこうモコモコっと群落作ってるミヤマリュウビゴケっていう苔があるんですけど、奥入瀬では結構よく見る種類ですし、触ったら結構ふっかふかですよね。そうなんですよ。モコモコしてる、すごい厚さだなっていうのを実感するにはすごくいい苔ですね。あと岩の上に結構群落作ってるのだとホンシノブゴケなんかはすごくこうふかふかなマット作ってますし、なんかやっぱりボリュームがあると、見応えがありますよね。あと大葉ちょうちんゴケ、あれも渓流沿いに行くと結構水が浸るところに生えていて、そうなんですよ。結構透明感もあるので、葉っぱも大きいですし、すごくこう日が当たったりするとキラキラして渓流っぽい苔かもしれませんね。本当の水際に生えてるんですね。そうなんですよ。倒木だと古い胞子体がいっぱいこうツンツン残ってた、よく橋の欄干なんかにも入る草苔とかですね、木道とか橋には必ず生えてるような種類なので、橋のこう生えてるところはもうすごいフォトスポットですね。インスタ映えしそう。看板とか木道とか、コンクリート製の階段なんかも苔むしていて、人工物が苔むすことで、より一層緑のこの印象が強くなってると思うんですよね。あと意外だったのはフロウソウがあんなに水がひたひたかかるところがすごい生えるんだなと思って。そうですね。奥入瀬渓流では水際に行かないとフロウソウが見られない、水際って言ってもほぼ本当の水際ですよね。ちょっと川が増水したら水没するような。そうですね。キワキワに生えてることが多いですね。あとは八甲田山の名前が学名についてる苔があって、高根カモジゴケという苔があって、触るとすごい気持ちがいい苔で、その高根カモジゴケの学名に八甲田瀬って最後につくんですよね。八甲田山にゆかりがあるというか、八甲田山で一番最初に記録されたことで、学名についてるので、青森県という大きい枠で見ると、馴染みがある。あと
は青森真田苔という苔も、もうまさに青森じゃないですか。高根かまじ苔と青森真田苔は青森に関係があるということで紹介したい苔ですね。なるほど。はい。決して登山ではないっていうところが結構ミソで、もちろん森の中なので、ある程度森の中に入るその準備とか、リスクというのはちゃんと承知の上で来ていただきたいというのはあるんですけれども、町から寄ってみましたっていう人でもサクッと歩けるような、そういう場所でもあります。その気軽さが奥入瀬の売りというか魅力ではあると思いますね。国道がすぐ横を走ってて、ところどころに車が止められる場所もあるので、やっぱ見に行きたいところだけこうつまみ食いじゃないですけど、見に行けるみたいな14キロを全部歩かなきゃ見れないわけでもないですよね。そうですね。道路が並走してるというのも大きくて、奥入瀬渓流の入り口までも結構来るのが、簡単に来られますし、奥入瀬渓流内にも車で入れる、どこからでも渓流にアプローチできるっていうのがかなり特殊な特徴なんじゃないかなと思いますね。今自由に車乗り入れできるんですけど、将来は一般車両の乗り入れは禁止されるんですよ。そうなんですか。で今バイパスというかトンネルを掘っていて、バイパスが完成すると奥入瀬渓流途中から車自由に乗り入れできなくなっていくので、例えば環境に優しいですね、乗り物で中を移動するとか、そういうふうにはなっていくと思うんですが、今とはガラッと変わっていきます。より環境に配慮した形にどんどん進化していくっていう。そうですね。奥入瀬渓流を訪れるのに、いい季節ってあります？特に苔を見るのに。まずは春、雪解けするぐらい、4月中旬下旬ぐらいですと卵苔とかジャゴ苔の胞子体が見られるので、春伸びるタイプの胞子体を見たい場合はその雪解けしてすぐがいいかなと思うのと、雨が多くなれば6月、胞子体はちょっと時期は落ち着くんですけど、雨が増える6月がいいなと思ったのと、あと結構秋になりますと落葉広葉樹なので、奥入瀬の森って色づくんですね、ほとんどが。そうすると苔は緑じゃないですか。そうするとすごい苔が目立ってくるんですよ。紅葉から晩秋のちょっと葉っぱが落ちたぐらいの時に森歩くと苔がもう浮かび上がって見えてくる。今見上げるともう木々がすごい緑だけど、そうなんです。もう苔の緑がより引き立つんですね。そうなんですよ。秋は紅葉だけじゃなくて、苔を見るのも胞子体も結構秋に伸びるのが多いので、紅葉プラス苔も楽しめる季節ですね。ホームページ見たら冬は冬で、なんか凍ったやつなんかめっちゃ綺麗な写真あって、あれも見てみたいなっていう。苔氷。苔に水しぶきがかかって、そこが凍って苔が氷に閉じ込められたりするので、それはすごい綺麗です。冬の季節はここまで車で来れるんですか？来れます。来れますか？奥入瀬渓流も綺麗に除雪します。そうなんだ。ただやっぱ雪道運転慣れてないとなかなか難しいと思うので、慣れてる方はぜひ。苔散歩というガイドツアーを行っていて、もう全く苔見たことないよって、なんか体験してみたいっていう方々向けのツアーなんですけども、ちょっと苔への扉を開けてみたい人ですね。名前が分からなくても、例えば目の前のこれとこれ違うよねとか、あれなんかこっちの方が透明感あるよねとか、緑が濃いねとか、緑のマットだと思ってたものが実はいろんな形とか質感とか色とかさまざまなものがこう集まって一つの緑を作ってるんだっていうのを分かった時に、多分景色が一気にこう複雑化して見えてくると思うんですよね。なんかそれぞれ違うみたいな、そういうのをちょっとまず見てほしいなって思いながら、まずルーペで見てくださいっていうのを触ってもらって、ルーペで覗いて、そうですね、概要欄にリンクを入れとくので、奥入瀬に来た際は
参加してください。参加してみてください。シンプルに基盤だと思ってて、奥入瀬の森の基盤ですし、奥入瀬の森はやっぱり苔が縁の下の力持ちで育まれていったっていう、そういう意味の基盤と、あとは私自身が奥入瀬渓流を案内する上でやっぱ苔を通して奥入瀬の魅力を伝えてるので、そういう自分の大きく言うと人生っていう感じになっちゃうかもしれませんが、その自分の基盤にもなってるので、苔が基盤